なかなかのスピードです。プリミティアプレイヤーエールです。今回はセニアカーを作ってみようと思います。お年寄りが乗るシニアカーのうち、スズキが発売したものの商品名ですね。回転の限界を突破して、高速で走らせてみたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、みじさんが発見したモーターを連結させて回すと、回転数上限の 480rpm を超えるという現象を確認してみましょう。なるほど。一つ目のモーターの軸が 480rpm、二つ目のモーターの本体が 667rpm と 480rpm の上限を突破してくれていました。しかし、バッテリーを増やしても、これ以上回転数が上がらないので、もう一つモーターを連結して、さらに回転数を上げてみようとすると、ダメですね。モーター本体が回りづらいのか、2つ連結した時より遅くなってしまいました。バッテリーを増やしても、2つの時と同じくらいまでしか回りません。ちなみにこちらが、みちさん作の上限突破モーターです。こちらを2つ連結して、回転数を測ってみると、左側のモーターの軸が 960rpm で回っていました。どうやら最終的に回転する部分をモーター本体ではなく軸部分にすることで回転数が上がるみたいです。そこで最後に回るのを軸部分にして3つ連結したものを試してみると最初より回転数が上がって 1200rpm くらいで回っていました。かなり速くなりましたね。もっとバッテリーを増やしてみると 1439rpm で回ってくれました。かなり速いですね。こちらに小麦の方をつけても回転数はほとんど下がりません。しかしさらに石をつけるとさすがに回転数は下がりますね。それでも 480rpm より速いのがすごいです。でもモーター3つの連結はセニアカーに使うには幅が広すぎるので1つ減らして2つ連結した上限突破モーターをベアリングの部品を使って両軸化しましょう。そうした方が乗り物に使いやすいからですね。でも部品が増えた分回転数が落ちました。それでもバッテリーを増やすことで 950rpm まで回ることを確認できたので、これなら外形の小さいタイヤでも高速で走れるんじゃないでしょうか。そこで上限突破両軸モーターにつけるための小径タイヤを作りましょう。こんな感じでペアリングを使って綺麗な円状にゴムのかけらを組み合わせることで直径34センチのタイヤを作りました。早速こちらのタイヤを限界突破両軸モーターに取り付けたら回転数を測ってみましょう。バッテリー1本だと 510rpm でしたが、バッテリーを8本に増やすことで 660rpm まで上がりました。なかなか速そうです。これで動力部分はできたので、稼働する前輪とボディの部分も作っていきます。だいたいできたので、隙間があるうちにバッテリーをセットしておきます。大きな出力が必要そうなので、20本セットしておきました。ここから稼働するハンドルを握りながら、3段階の速度の切り替えができるように、ベアリングとトリガースイッチとコンデンサを使った回路を組んでいきましょう。よし、回路を組み終わったので、早速動かしてみましょう。左トリガーで
で水晶を使った低速モード、右トリガーでそのまま電流を流す高速モード、両方のトリガーでコンデンサーを使った加速ができるようになりました。あとは、前のカゴや、スズキっぽいエンブレム、後ろのカバーなどを追加して、早速乗ってみましょう。低速モードから試していますが、ちゃんと走ってますね。でも、思ったよりスピードが出ません。周りがデコボコしているせいかもしれません。そのまま進んで、石を踏むと、壊れてしまいました。タイヤが小径なおかげで、トルクがあるのか、上り坂も余裕で登っていけます。でも少しの衝撃で壊れるのはしょうがないですね。そしてカメラを固定して旋回性能を見てみると、なるほど、旋回の G に耐えきれず傾いてしまってますね。これはこれで旋回してる感があっていい感じです。そのまま U ターンしてきてカメラに向かって加速してみましょう。なかなかのスピードです。でも、思ったより遅いですね。なので、高低差の少ないワールドに行って、最高速チャレンジをしてみましょう。まっすぐ進み続けていますが、そこまで速くないです。しかしここで、短い下り坂を通過したところで、速度が速くなりました。明らかに回転数の限界を突破している感じです。そのまま進んで両方のトリガーで加速してみましたが、速度は変わりませんでした。これ以上は無理みたいです。次は私の視点にして速度を測ってみましょう。左トリガーの低速モードだとだいたい秒速 7.7 メートル、右トリガーの高速モードだと秒速 8.1 メートルくらいでしたが、下り坂を越えるとどんどん速度が上がっていって秒速12メートルくらいまで加速しました。タイヤの直径は34センチで円周は約107センチなので、この時の速度を RPM に換算するとだいたい 670rpm くらいになります。これは確実に 480rpm の回転数上限を超えている計算になります。でも残念なことに、両方のトリガーを引く加速モードにしてもこれ以上のスピードは出ませんでした。とりあえず限界を突破できたのでよしとしましょう。それでは最後は限界突破したセリアカーに乗って行けるところまで行ってみましょう。上からの視点にしてひたすらセリアカーで進んでいきます。地面に落ちているものを踏まないように慎重に進んでいって、ここでバッテリーが切れました。ドライブはここで終わりにしましょう。それではセリアカーの旅を十分満喫してお腹も空いてきたのでスライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたセリアカーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。